こんにちは。いつも見てくれてありがとうございます。今日は10月11日に発売したレプロナイザー 107D プラスを使った1週間の髪の変化を振り返りながら、その効果をしっかりとお伝えしたいと思います。視聴者の皆さんからのコメントやフィードバックも本当に励みになってます。いつもありがとうございます。まず1日目に感じたのは、やっぱりレプロナイザー 107D プラスの風の柔らかさですね。今までのモデルよりも音がマイルドで風がしっとりしている感じがしました。これまで使ってきた 27D と比べても明らかに違うと感じたのは乾かす時間が少し長くなったこと。でもバイオプログラミングは時間と密度が大事なので、必ずしも悪いわけではないと感じました。2日目は朝起きて髪の毛をブラシした時に髪のしっとり感が増したことに驚きました。普段なら少し広がる感じがするんですが、この日は髪がまとまりやすく、特に毛先がしっとりしていたのが印象的でした。冷風で髪のキューティクルが引き締まる感じが 27D よりも強く出ているなと思いました。動画はその後に 107D プラスで普通に乾かした後の髪の毛の状態です。そして3日目、ここで冷風と温風を交互に当てる検証をしてみました。15分で一旦乾かしてからさらに冷風と温風を交互に2分30秒当てるという試みでしたが、この時点で髪の手触りが劇的に変わりました。冷風と温風の組み合わせで髪のまとまりが良くなる効果を実感。特に毛先が綺麗に揃っていて、しっとり感がすごく印象的でした。動画は 107D プラスで普通に乾かした状態です。よかったら概要欄に載せておくので3日目のこの検証結果もぜひチェックしてね。そして、ここが今回の振り返りで一番驚いたポイントなんですが、4日目に 27D プラスを使って髪を乾かした時の状態が、実は見た目で一番良かったんです。これにはびっくりしました。でも、その後 107D プラスを使い続けたことで、髪の全体的な状態はさらに良くなっています。この発見から、27D プラスも時間をかけてしっかり当てれば、もっと良い結果が出る可能性があると感じました。5日目はいろんな当て方を試して、合計30分間も当て続けました。本編動画でも詳しく話しましたが、冷風と温風を交互に5分ずつ当てると、ブラシを通さなくても髪がまとまるということに驚きました。これも冷風と温風のバランスが大事だということを改めて実感した瞬間でしたね。店舗で正しい使い方を教えてもらって本当に良かったです。6日目は昨日と同じように冷風と温風を交互に当てる検証をしましたが、今回は15分間に増やしてみました。髪の状態がさらに整っていくのを感じました。特に毛先のまとまり感が強く、冷風でキューティクルがさらに引き締まる効果が出ていたと思います。いつもより短めの乾燥時間でしたが、髪のしっとり感が増していると感じました。よかったらその検証結果も気になる方は概要欄から6日目をクリックしてチェックしてね。そして7日目、最終日ということで、1週間分の髪の変化を横に並べて比較してみました。すると、4日目の 27D プラスで乾かした状態が一番良かったという結果に気づきましたが、107D プラスを使い始めてからの方がやっぱり髪の状態は全体的に向上していることを確認できました。これは 107D プラスの方が今までのモデルよりもバイオプログラミングがしっかり髪の毛にアプローチしている証拠だと思います。まとめとして、1週間の検証結果を振り返ると、107D プラスを使うことで髪の質感やまとまりが日ごとに向上していることが分かりました。ただ、4日目の 27D プラスの結果からも分かるように、27D プラスでも十分な効果が期待できることを改めて感じました。今後も 107D プラスを使い続けることで、さらに髪の状態が良くなっていくと思いますし、27D でも時間をかければ素晴らしい結果が得られる可能性があります。値段を考えると、27D プラスも個人的にはおすすめですが、やっぱり 107D プラスの効果はすごいですね。これからも使い続けて、さらに変化があればお伝えしていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。